今日はこのチャンネルのアイコニックな存在でもあるこのモンステラバールマルクスフレームを、植え替えていこうと思います。というのもこの今モスポールが成長した結果足りなくなってしまってですね、どんどんこの後ろ方向に伸びてきてしまっているという状態で、このままいくとどんどん形も崩れてしまうっていうところで、もう少し早くできたらよかったんですけど、ちょっと後延ばしにしてしまった結果、手遅れ一歩寸前というところまで来てしまっているので、ちょっとこのいい感じのところでカットしてもう一度モスポールにつけてあげようかなというふうに思います。はい、ではカットしていこうと思うんですけど、以前バールマルクスフレームの解説動画みたいなものを上げた時に韓国の方からコメントをいただいて、このカットした後も割れたいい葉っぱを維持したいなら細かい根っこがちゃんと出ているのを確認してから、根が充実してからカットしてねっていう風にアドバイスのコメントをいただきまして、多分それなりに根っこは充実してきているんじゃないかなっていう風には思っているんですけど、そんなことを言ってられる状況でもなくなってしまったので、今日は思い切ってカットしたいと思います。とりあえず株自体はザクッとカットできたんですけど、ここから水苔と根っこももろともカットしなければいけないので、ちょっとそれが大変ですね。どうしようかな。一度モスポールから水苔ごと外そうと思います。今モスポールから外すときにちょっとこの気根の皮みたいなのが取れちゃったんですけど、気根の中身って緑色なの皆さん知ってました？僕も今初めて知ったんですけど、気根ってこの白とか茶色とかそんなイメージだったんですけど、実はこの皮の中は意外と鮮やかな緑色なんですね。知らなかった。ということで無事カットはできまして、こんな感じになりました。できることならずっとこのフォルムでいてほしいっていう気持ちは山々なんですけど、思ったよりそうですね、根っこが下の方に伸びちゃっていたので、この部分だけだとあんまり根っこは充実はしてないかなという感じなので、この次出てくれる新芽がこんな感じでちゃんと割れた葉っぱが出てくれるのか、それともこのような穴のない葉っぱに戻ってしまうのかっていうところはちょっとわからないですけど、もう一度新しいモスポールにつけていこうと思います。僕が使っているこのモスポールもたまにそれ何ですかって質問をいただくんですけど、これは猫の登り棒っていう商品でして、この透明かつ U 字型というか全面しかこの穴が開いていないっていうモスポールになってます。よくトリカルネットとか網編みのもので自作する人だったりとか、そういう商品も売られてるんですけど、僕も最初初めてモスポールを買うときにそういった網編みのものを買おうとして園芸店でレジまで持って行ったんですけど、それだと植え替えの時にこの根っこがいろんなところに飛び出ちゃって、
やりづらいからこっちの方がいいですよって言われて、このモスポールを勧められて、その場でじゃあそっちにしますって言って買ったんですけど、これは結構大正解でしたね。その植え替えっていうのも今初めてしてみて、まあ楽だったのはもちろんなんですけど、それプラスやっぱ乾きにくいんですよね、こっちの方が。網やみのはもう空気も通りまくりなので、多分すぐカラカラになっちゃうと思うんですよ。で、水苔って一回カラカラになってしまうと、水を次すごく吸いづらくなってしまうので、この登り棒すごくいいかなと思います。あとは水苔何使っていますかっていうのもたまに聞かれるんですけど、水苔はこのモンステラのモスポールに関してはホームセンターで買ったこのチリ産のすごく安いやつを使ってます。すごくなんか一本一本がこう短いですし、なんかゴミもめちゃめちゃ多いんですけど、モスポールに入れる分には、そこに何かが詰まってればいいっていうぐらいの感覚なので、これで十分かなって思ってます。なんかビカクシダとかランとかそういう着生させる植物で使う場合はそれも Amazon で買えるんですけど、ニュージーランド産の、その中でも一番安いやつを使ってますね。なんかこのホームセンターのチリ産のでビカクシダの板付けはマジで難しすぎます。短すぎてっていうのがあるので、ただモンステラにはこれで十分かなと思ってます。ということでこんな感じで無事新たなモスポールへの移植が完了しました。今度はこれを新たな鉢にセッティングしていきたいと思います。ということでこんな感じで植え替えが完了しました。どうですかこの見た目。これを求めてねバールマラックスフレームを育てていると言っても過言ではないので、この全ての葉が割れた状態かっこいいですよね。ここから次の新葉が同じように割れた葉が出てくれるのか、それとも戻ってしまうのかっていうところはこの子次第ではあるんですけど、またかっこいい葉が出てくれたら嬉しいなと思います。一応ボトムカットの方もこんな感じで残して育てていこうと思うので、またこの子も次どっから葉が出るのかな、ちょっとそういうのも見ながらまた育てていけたらなと思います。今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。